リック集を作って忘れないようにデータ管理してみようと思うのですが、タグ付けしてすぐ引っ張り出せるようにしたいです。そういった場合何を起点にすればいいかイメージできていません。キー、ジャンル、BPM。やっぱ一番はコードじゃないかな。例えば2度マイナーで使えるドリアンフレーズとか、ドミナントモーションで使えるセブンスのリックとか。自分だったらそうするな。ジャズのフレーズを自分で管理する場合。BPM ではタグ付けしないかな。要は8分音符で2小節のフレーズがあったとして、それってテンポ遅いバラードとかだったら16分音符で弾けるわけだから、BPM ではタグ付けしない。するとすれば、今言ったケージドシステムで分けることも有用ですね。A フォームで弾けるドリアンフレーズ。E フォームで弾けるドリアンフレーズ。でもこれ結局どっちでも弾けた方がいいですけどね。同じフレーズを。自分もその iPad で練習ノートがあって、コピーしたやつを、タブ風で書くときもあれば、言葉でアイディアだけ書くこともあるんですけど、どうやって分けてるかっていうと、人で分けてますね。ジョナサン・クライスバーグのノートがあって、ジョナサンから盗んだアイディアとかフレーズを書き溜めてるノート。ジョエル・フラームっていうサックスの人からコピーしたフレーズみたいな。完全に個人的なあれなんですけど、どの人から発見したアイディアかっていうのがね、結構その練習してる当時の記憶がよく結びつきやすい気がする。例えばノートにさ、ドリアンのフレーズがバーっていっぱい自分がコピーしたやつ、歴代のフレーズがバーって書いてあってさ、なんかドリアンのフレーズがいっぱい書いてあるなって思うだけじゃなくて、これあの時のあの人のフレーズだみたいな、それが分かった方がなんか記憶が蘇りませんか？あの人の YouTube 動画のあのライブで弾いてたフレーズをコピーした記録だみたいな。あれか、自分でフレーズを作った場合はそういうことできないけど。でもね、あれなんですよ。自分練習ノートでね、自分でフレーズ、なんかアイディアがどんどん膨らんで、自分で、これもできる、これもできるって書いたときに、隣にね、オリジナルってメモしてます。なんか、これは誰かからコピーしたやつじゃなくて、自分で勝手に作ったやつってわかるように。ちょっとなんか見せてもいいようなページがあるかわかんないけど、結構、リックとか、管理するのむずいから、本当にその人とそのどのテイク、どの音源でコピーしたかみたいな、それで分けてるな。これとか、ちょっとタブ譜でしかちょっと残してないんですけど、これね、ジョエル・フラームっていうサックスの人好きでコピーしてるんですけど、このハビュー・メト・ミス・ジョーンズで弾いてたフレーズの気に入ったフレーズだけを書き留めてる、箇条書きで。で、なんとなく分析して、これ C7 のイントロのペダルでこのコンディミ弾いてるな。ここから G フラットペンタ見やすい。これただの感想ですね。で、丸7で使えるケイデンス。これ自分でなんでこれ弾いたんだみたいな。はてな。ピックアップでサブドミマイナー。ぽい。このフレーズめっちゃかっこいいですよ。これね、F メジャーのキーで、でこの、ピックアップ、メロディーが終わった時、ソロ入る瞬間に弾いてるフレーズなんですけど、ワン、ツー、スリー、フォー。これすごくないですか？なんだこれみたいな。この音使いなんだ。で分析したら、なんか B フラットの151。で、E フラット7のコードトンっぽくて、こっからなんか、これ C のコンディミっていうかなんかドミナントのフレーズだな。で、こっからは自分のただのメモ。
だからこうカッコつけて、3フレットペンタでドミナントフレーズアイデア、うわこれ使えるみたいなまあこの辺もどうでもいいんだけど、これ弾いてるなみたいな。ソロを練習するときに弾いている音がコードに対して何度や響きを確認しているものすごくしているものをすごく時間がかかって他の練習をしてしまいます。やっぱ時間かかりますから、その指板把握するのってなんかね、指板の把握する練習はもちろんいいし大事なんですけど、普段の練習で常に考えておくみたいな意識かもしれないね。なんか電車とか乗ってさ、じゃあ自分が新しい街に引っ越ししました。じゃあ自分の最寄り駅からよく使う電車の駅をさ、一個ずつこうやってバーってこうやって教科書見て覚えようとしてもなかなか覚えれないけど、毎日毎日乗っててこうやって見て考えてると自然と覚えるじゃないですか。そんなイメージに近いかもね。だからなるべく早い段階から考える意識を常に持ってギター触る。C メジャー弾いてて、で弾いた時もこれ6度だなって、6度ナインスみたいな。ピックの持ち方ね、ピックの持ち方こういう感じですね。自分もう人差し指まっすぐで、これ瞳フォーカスが優秀すぎて、もうほんとこうつまむ感じ、こうほんとこれだけで、やっぱなんかこうやって映像で見るとあれだな、逆アングルっぽく見えるな。やっぱ逆アングルなのかな。平行ですね。だいたい弦に平行で弾いてる。ただ自分のピッキングは結構特殊だと思うんですけど、こう動いてるんですよ。これ動く人いますか？なんかあんまりいなくて、親指の根元からなんかこういう人いるじゃないですか。サークルピッキングみたいな。親指のこの第一関節こうやって動かして弾く人とか。自分はね、ここでこの手首の動きがあんまりなくて、ちょっと気持ち悪いですよね、これ。こうでもなく、こうでもなく。あれだな、弦の1弦弾くときと6弦弾くときってはこうやってアームの高さ変わりますけど、